こんにちは。今回は50代からやってはいけない7つのことについてお話しします。50代というと、仕事では一定の経験を積み、家庭では子育ても一段落という方が多いかもしれません。一見すると安定期に見えるこの時期ですが、実はこれからの10年、20年の人生の質を大きく左右する重要な分岐点でもあるのです。多くの専門家が指摘するように、50代での生活習慣や意思決定は、その後の健康状態や経済状況、そして人間関係の質に大きな影響を与えます。つまり、この時期の選択が老後の生活の質を決めると言っても過言ではないのです。今回は、多くの人が気づかないうちに陥っている50代からの7つの失敗パターンをご紹介します。特に最後にお伝えする内容は、多くの方々が見落としがちですが、人生の満足度を大きく左右する重要なポイントですので、ぜひ最後までご覧ください。またすでに60代を迎えた方々にとっても、参考にしていただける内容となっていると思います。では、見ていきましょう。1、過去の成功体験にしがみつく姿勢。これまでうまくいってきたんだから、私のやり方が正しい。こんな風に過去の成功体験や古い価値観に固執していませんか？かつては通用した知識や経験が急速に変化する現代社会では通用しなくなっているケースが増えています。特にデジタル技術やコミュニケーション方法の変化は著しく、これについていけない50代が職場や家庭で孤立するリスクが高まっています。例えば、長年対面営業で成功してきた方が、オンライン商談の増加に適応できず売上げが落ち込んでしまったり、フィルムカメラが本物の写真だという考えに固執して若い写真愛好家との交流が減っていったりというケースがあります。一方で、新しい営業スタイルを学び直したり、スマートフォンの写真アプリにも興味を示したりする柔軟な姿勢を持った同世代の方々は、むしろ新しい環境でも活躍の場を広げています。それはつまり、長年培ってきた経験や知識はもう役に立たないということですか？と思われるかもしれません。そんなことはありません。あなたの経験や知識は貴重な財産です。大切なのは、それを絶対的な正解と考えるのではなく、時代の変化に合わせて更新していく姿勢を持つことです。例えば、接客業で培った人の気持ちを読み取る力は、オンラインコミュニケーションでも十分に活かせるのです。大切なのは学び続ける柔軟さです。自分の経験や知識を絶対視するのではなく、まだ知らないことがあるという謙虚さを持つことで、新しい可能性が開けてきます。過去の自分を手放し、これからの時代に合った自分を育てていく。それが50代からの豊かな人生を築く第一歩となるでしょう。2、人間関係の整理を怠ること。長年付き合ってきた友人や知人との関係をなんとなく維持し続けていませんか？ 50 代になると、これまでの人生で築いた人間関係が相当な数になります。仕事関係、学生時代の友人、趣味のつながりなど、多くの人とのネットワークがあるでしょう。しかし、その全てが自分にとってプラスの関係とは限りません。実は、エネルギーを奪う人間関係を整理せず続けることが、精神的な疲労や時間の浪費につながることが研究でも明らかになっています。例えば、同窓会グループの SNS で毎日何十件も届く他愛もないやり取りに疲れ果てているケースや、いつも自分の成功話ばかり話し、あなたの話は聞かず、むしろ否定的なコメントをする友人と会うたびに気分が落ち込むというケースも少なくありません。長年の付き合いだから関係を切るわけにはいかないと我慢していると、貴重な時間とエネルギーが奪われていきます。でも、長年の友人関係を切るのは申し訳ない気持ちになりますと感じる方もいるでしょう。ここで覚えておきたいのは、人間関係に全てか無かの選択はないということです。いきなり関係を断つのではなく、まずは接触頻度を減らしたり、
グループではなく個別に会う機会を選んだりと、段階的に調整していくのも一つの方法です。相手を否定するのではなく、自分の時間とエネルギーを大切にする選択と捉えることで、罪悪感も軽減されるでしょう。この時期こそ、自分にとって本当に大切な人間関係を見極め、質を高める時期なのです。すべての関係を切るわけではなく、深めるべき関係と距離を置くべき関係を識別する勇気を持つことが重要です。人生100年時代、これからの50年を共に歩む仲間を慎重に選ぶことで、人間関係の質が高まり、日々の生活の充実度も大きく変わります。3、居心地の良い現状に安住する危険。今の生活で10分。変化はリスクが大きい。こんな考えに安住していませんか？確かに、50代ともなると一定の安定や快適さを手に入れた方も多いでしょう。しかし、その居心地の良さこそが、人間の成長を止め、可能性を狭める最大の落とし穴となることがあります。脳科学の研究によると、新しい環境や刺激が脳の活性化を促し、認知機能の低下を防ぐことが分かっています。逆に、変化のない日常が続くと、脳の機能は徐々に衰えていくのです。例えば、早期退職後に、やっと自由な時間ができたと毎日テレビを見て過ごすようになり、1年後には気力や記憶力の低下を感じるケースがあります。また、このまま無難に定年を迎えようと変化を避けていた会社員が、若手から誘われた新規プロジェクトに参加したことで、自分の経験が予想以上に役立つことに気づき、定年後の新たな可能性を見出すケースもあります。新しいことを始めたいという気持ちはあるけれど、何から始めればいいのかわからないと感じている方もいるでしょう。そんな時は1週間チャレンジを試してみてはいかがでしょうか。例えば、1週間だけ毎朝10分間の瞑想を試す。1週間だけ違う道で通勤してみる。1週間だけ夕食に新しいレシピを試すなど、短期間の約束なら始めやすく、その中から続けたいものが見つかるはずです。特に注意したいのは、快適な退屈という状態。表面的には不満はないものの、新しい挑戦や刺激がなく、じわじわと生きる意欲や好奇心が失われていく状態です。この状態を打破するには、意識的に適度な不快感を取り入れることが効果的です。例えば、新しい習い事を始める、これまで行ったことのない場所に旅行する、または小さなビジネスにチャレンジするなど、変化というと大きなリスクを伴うように感じるかもしれませんが、小さな一歩から始めることで、リスクを最小限に抑えながら新しい刺激を得ることができます。居心地の良い現状に安住せず、適度な挑戦を続けることが、これからの人生を豊かにする鍵となるでしょう。4、身体の SOS サインを無視する習慣。忙しくて病院に行く時間がない。検査が怖い。どうせ年のせい。こんな風に体からのサインを無視していませんか？ 50 代はこれまで問題なく機能していた体に変化が現れ始める時期です。しかし、多くの人がその初期症状を年齢のせいと片付けてしまい、適切な対処が遅れるケースが少なくありません。例えば、半年ほど前から感じていた軽い腹痛をストレスのせいと自己判断して放置し、仕事の繁忙期に痛みが悪化して緊急入院。早期であれば日帰り手術で済んだ病気が進行し、2週間の入院と数ヶ月の療養が必要になったというケースがあります。また毎日のように頭痛に悩まされていた方が、年齢的なものだろうと市販薬で対処していましたが、総合検診で高血圧が原因と判明し、生活習慣の改善と適切な投薬で頭痛がほぼ解消したというケースもあります。でも、自分の体調の変化が年齢のせいなのか、病気のサインなのか、どうやって見分ければいいのでしょうか、と迷うこともあるでしょう。基本的にこれまでなかった症状や2週間以上続く違和感は、単なる加齢ではなく、
何らかのサインである可能性が高いです。特に要注意なのは、痛みの性質や場所が変わる、日常生活に支障が出る、睡眠に影響するなど、症状が進行している場合です。特に男性に多いのが我慢や先延ばしの習慣です。わずかな症状を放置することで、取り返しのつかない事態に発展するリスクが高まります。例えば、軽い腰痛や関節の違和感を無視し続けることで、将来的な運動機能の低下を招くことも。重要なのは予防医学の視点です。症状が出てから対処するのではなく、定期的な検診で早期発見、早期対応を心がけることが、これからの健康寿命を大きく左右します。また、治療と同じく重要なのがメンテナンスの習慣。適度な運動、バランスの取れた食事、質の良い睡眠といった基本的な健康習慣を続けることで、60代、70代になっても自立した生活を送る可能性が大きく高まります。あなたの体は、これからの人生を支える唯一無二の乗り物です。その大切な乗り物を今ケアしておくことが、将来の自由度を高める最大の投資となります。5. デジタル社会への拒絶反応。新しい機械は面倒だ。SNS なんて必要ない。キャッシュレスは怪しい。こんな風に変化するデジタル社会に背を向けていませんか？テクノロジーの進化スピードは年々加速し、私たちの生活様式も急速に変化しています。こうした流れに乗れない50代は、社会的、経済的な不利益を被るリスクが高まっているのです。例えば、スマートフォンを持たず、ガラケーを使い続けている方が、QR コードメニューの飲食店でのスムーズな注文ができなかったり、ワクチン接種予約の際に不便を感じたり、孫とのビデオ通話ができなかったりと、様々な場面で不便を感じるケースが増えています。また、定年退職後のボランティア活動でパソコン作業が必要になり、もう年だから覚えられないと尻込みしていた方が、同世代の仲間が YouTube の解説動画を見ながら少しずつスキルを身につけている姿に刺激を受け、今ではデジタルスキルを生かして新たな活躍の場を見つけているという例もあります。デジタル機器の操作が苦手で、若い人に聞くのも恥ずかしいと感じている方も多いのではないでしょうか。そんな方には、多くの自治体や携帯ショップで開催されているシニア向けのスマホ教室がおすすめです。同世代の方々と一緒に学べるので安心です。また、最初は写真を撮る、家族とメッセージをやり取りするなど、一つの機能だけを使いこなすことから始めるのがコツです。例えば、キャッシュレス決済やオンラインショッピング、行政サービスのデジタル化など、便利なサービスを利用できないことで日常生活に支障をきたすケースが増えています。また、デジタルコミュニケーションに適応できないことで、家族や友人との関係性にも影を落とすことも。デジタルデバイド、情報格差は、今や世代間の問題だけでなく、同世代内での格差も生み出しています。特に50代以上の方々の間でも、デジタル技術を取り入れている人とそうでない人の間で、生活の質や社会参加の度合いに大きな差が出始めているのです。大切なのは、完璧を求めない姿勢です。すべてを理解する必要はなく、日常生活に役立つ基本的な技術から少しずつ取り入れていくことで、デジタル社会から取り残されるリスクを減らすことができます。家族や友人に教えてもらったり、地域のデジタル講習会を活用したりすることで、少しずつデジタルリテラシーを高めていくことが、これからの社会で孤立しないための重要なステップとなります。6. 将来の経済リスクへの無関心。年金があるから大丈夫。貯金はそこそこある。子供が面倒を見てくれる。こんな漠然とした安心感で、将来の経済計画を後回しにしていませんか？長寿化が進む現代社会では、退職後の生活が20年、30年と長期化するケースが珍しくありません。しかし、
多くの人が老後の生活にかかる実際のコストを過小評価しているのが現実です。例えば、老後は年金と1000万円の貯金があれば十分と考えていた方が、ファイナンシャルプランナーに相談したところ、平均寿命まで生きると仮定した場合、月々の赤字が積み重なり、予想より早く貯金が底をつく計算になるケースがあります。また、商売が順調だったため老後の資金準備を後回しにしていた自営業の方が、同業者が突然の病気で廃業に追い込まれる姿を目の当たりにし、自分にも同じことが起こりうると危機感を抱き、対策を始めるケースもあります。老後に向けた資産形成って何から始めればいいのか、今からでも間に合うのか、と不安に思う方もいるでしょう。50代からでも十分に対策は可能です。まずは見える化から始めましょう。現在の家計状況、つまり収入と支出、貯蓄額、将来の年金受給見込み額を把握します。次に必要な老後資金を計算し、そこからどのくらいの不足があるかを確認します。特に注意すべきは医療費、介護費の増大です。健康寿命と平均寿命のギャップによって生じる要介護期間のコストは想像以上に家計を圧迫します。また、サービス付き高齢者向け住宅などの選択肢も経済的な余裕がなければ選べません。一方で、リスクを過度に恐れるあまり、投資や資産形成の機会を逃している方も少なくありません。安全と思われている預金だけでは、インフレリスクに対応できず、実質的な資産価値が目減りしていく危険性もあります。大切なのは、具体的な数字で自分の将来を見つめることです。年金受給額の確認、必要な老後資金の試算、現在の貯蓄ペースの見直しなど、具体的なデータに基づいた計画を立てることで、漠然とした不安を実行可能な対策に変えることができます。専門家のアドバイスを受けながら、自分に合ったバランスの取れた資産形成を始めることが、将来の選択肢を広げるための重要なステップです。7、自分らしい生き方を諦める悲劇。もう年だから、世間体を考えると、今更夢なんて、そんな言葉で自分の可能性を狭めていませんか？ 50 代は、社会的な役割や責任から少しずつ解放され始める時期でもあります。子育てが一段落したり、仕事でのポジションが安定したりと、自分のための時間を取り戻せる絶好のチャンスとも言えるのです。例えば、若い頃から料理が好きだったのに、男が料理なんて、という周囲の目を気にして趣味程度にしか楽しめなかった方が、定年前に一年発起して料理教室に通い始め、その腕前を認められて講師になったケース。また、夫の転勤に付き添い自分のキャリアを諦めて30年。子供が独立し、このまま何もしないで老いていくのかという虚しさを感じていた方が、大学時代に熱中していた外国語の勉強を再開し、その後地域の国際交流センターでボランティア通訳として活躍するようになったケースもあります。やりたいことがたくさんありすぎて、何から始めればいいのか迷っているという方もいるかもしれませんね。そんな時は時間、お金、体力の3つの観点から優先順位をつけると良いでしょう。例えば、体力が必要なことは先に、時間がかかる習得は早めに始めるといった具合です。また、1年後の自分をイメージして、最も喜びを感じるのはどの活動かを考えるのも効果的です。にもかかわらず、多くの人が周囲の目や年齢を理由に本当にやりたいことを諦めてしまいます。これが老後の最大の後悔につながるというデータもあります。高齢者のケアに携わる専門家たちの間では、人生の終盤に差し掛かった方々から聞かれる最も多い後悔の一つが、他人の期待に応えようとして自分らしい生き方をしなかったことだと言われています。この時期こそ、本当の自分は何を望んでいるのかを見つめ直す絶好の機会です。若い頃は現実的な理由で諦めたことでも、今なら挑戦できることがあるかもしれません。趣味でも、
学びでも旅行でもビジネスでも本当にやりたいことに一歩踏み出すことがこれからの人生に活力と満足感をもたらします。まだ遅くないという言葉は50代にこそ当てはまるのではないでしょうか。まとめ、いかがでしたか？50代からやってはいけない7つの選択についてお話ししてきました。そして最後に最も重要なポイントをお伝えします。それは過去と他人ではなく今の自分に集中する勇気です。私の知る60歳で定年退職した方の話です。もっと若いうちにあれをしておけばよかったという言葉を口癖にしていた彼は、ある日突然過去を振り返るのはもうやめようと決心しました。代わりに今日から始められることを始めると宣言し、その日のうちに自宅近くの公民館の陶芸教室に飛び込みで参加したのです。当初は場違いだったらどうしようと不安だったそうですが、新しい仲間の一員として温かく迎えられました。過去の後悔は変えられないけど、未来の後悔は今から防げるという彼の言葉はとても印象的でした。今、彼は70歳になりましたが、陶芸の腕前も上がり、地域の展示会にも出品するほどになったそうです。60歳から始めた10年間は、それまでの人生よりも充実していたという彼の笑顔が、この話の最大のメッセージではないでしょうか。変化が怖い、失敗したらどうしようと感じる方々も多いと思います。その気持ち、とてもよくわかります。変化への恐れは誰にでもあるものです。大切なのは大きな変化ではなく、小さな一歩から始めることです。例えば、毎週土曜日の午前中だけ新しいことに挑戦する時間を決めたり、失敗してもいい実験と考えて取り組んだり、また変化しないリスクも考えてみてください。今のままでいることで5年後、10年後に失うものは何でしょうか？その視点で考えると、小さな一歩を踏み出す勇気が湧いてくるかもしれません。多くの方々がこれまでの自分や他人から見た自分に縛られ、本当の自分の声を無視しています。しかし、人生100年時代と言われる今、50代はまさに人生の折り返し地点。ここからの50年をどう生きるかを自分で選択する権利があるのです。過去の成功や失敗にとらわれず、他人の評価や期待に振り回されず、今、この瞬間から自分らしい人生を歩み始める決断をすることが最大の分かれ道となります。体の声に耳を傾け、大切な人間関係を育み、新しい挑戦を恐れず、将来に備えながらも今を充実させる。そんな選択を積み重ねることで、10年後、20年後の自分は、きっと今の決断に感謝することでしょう。ここまでお話ししてきた7つの選択に思い当たる部分はありましたか？また、これも50代でやってはいけないことだというポイントがあれば、ぜひコメント欄でシェアしてください。皆さんの経験や知恵が、他の視聴者の方々の人生を豊かにするヒントになるかもしれません。このチャンネルでは、これからも人生を豊かにする様々な知恵をお届けしていきます。もしこの動画が参考になりましたら、ぜひチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。